皆さんこんにちは。プログラミング講師の春です。今回は Next.js と Prisma を使用して AI クイズアプリを構築していきます。NextOauth で Google 認証を実装し、ChatGPT を使用してクイズを自動生成します。クイズのテーマや難易度、言語、問題数も選べるようになっています。ChatGPT のファンクションコーリングで確実にクイズを生成する方法も紹介します。データベースには PostgreSQL、UI には ShadowCN を使用しています。ChatGPT を使用した AI クイズアプリの構築に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。それでは始めていきましょう。Next.js のプロジェクトを構築していきます。空のフォルダを開いています。npx create next app コマンドで Next.js のプロジェクトを作成します。必要なライブラリをインストールします。もし最新バージョンで動かない場合は、このチュートリアルのバージョンに合わせるようにしてください。UI の構築に ShadowCN を使用します。ShadowCN とは RedixUI と TailwindCSS で構築されたオープンソースのコンポーネント集です。コンポーネントライブラリではなく、必要なコンポーネントを選んで生成することができます。外部の依存関係としてインストールされないため、コンポーネントを自由にカスタマイズすることができます。ShadowCN については、こちらの動画で解説していますので、参考にしてください。こちらが公式ドキュメントになります。公式ドキュメントの Next.js の部分を参考にインストールを進めます。npx shadowcn-ui init コマンドでインストールします。設定を順番に行っていきます。インストールすると新しいファイルが追加され、既存のファイルも更新されるため、最初にインストールしておくことをお勧めします。今回のクイズアプリで使用する UI コンポーネントをまとめてインストールします。これでコンポーネントのインストールは完了です。トップページの page.tsx ファイルを修正します。はじめにテキストのみを表示するように変更します。レイアウトのファイルを開きます。ナビゲーションコンポーネントをインポートします。メタデータを修正します。ルートレイアウトはこのように修正します。ナビゲーション、メインコンテンツ、フッターを表示します。ナビゲーションコンポーネントを作成します。コンポーネントフォルダーに Auth フォルダーと Navigation.tsx ファイルを作成します。ナビゲーションコンポーネントの中身を記述します。トップページへのリンクのタイトルを表示します。npm ランデブを実行し、動作を確認します。正しくナビゲーション、テキスト、フッターが表示されることを確認します。ローディング画面を作成します。ローディング .tsx ファイルを作成します。このファイルが存在すると、データ取得中にローディング画面が自動的に表示されます。エラー表示用の画面を作成します。エラー .tsx ファイルを作成します。このファイルが存在すると、
サーバーコンポーネントでエラーが発生した場合に、エラー画面が自動的に表示されます。データが存在していない場合の画面を作成します。notfound.tsx ファイルを作成します。このファイルが存在すると、データが存在しない場合に自動的に表示されます。今回のプロジェクトでのデータベースとして PostgreSQL を使用します。PostgreSQL の公式ページにアクセスし、インストーラーをダウンロードします。Windows と Mac でインストール方法は異なるため、それぞれの OS に合わせた手順を参照してインストールを進めてください。インストールしているときにパスワードを入力するところがありますので、パスワードを忘れないようにメモしておいてください。インストールが完了したら SQL シェルを起動します。サーバー、データベース、ポート、ユーザーネーム、クライアントエンコーディングの情報については、デフォルトの設定で問題なければ、エンターキーを押して進めます。PostgreSQL のログイン時に要求されるパスワードは、先ほどインストール時に設定したものを使用します。ログインが成功したら、新しいデータベースを作成します。Create データベースコマンドを使用して、今回は QuizDB という名前のデータベースを作成します。コマンドが成功すると、Create データベースというメッセージが表示され、データベースの作成が完了します。今回、データベースの操作には、プリズマを使用します。プリズマはオープンソースのデータベース操作ツールで ORM として機能します。これにより、SQL 文を直接書くことなく、Create、Update、Delete などのメソッドを利用してデータベースを操作することができます。また、Prisma Studio というツールを使えば、データベースの中身を直接確認することが可能です。詳細については、公式ドキュメントを参照してください。まず npx prisma init コマンドでプリズマを初期化します。これによりプリズマフォルダーと .m ファイルが生成されますので、schema.prisma の設定を行いデータベースを構築します。リレーションモードにプリズマを追加します。アカウントモデルを追加します。セッションモデルを追加します。ユーザーモデルを追加します。難易度のレベルタイプを enable で定義します。言語のランゲージタイプを enable で定義します。別の言語を追加したい場合は、こちらに追加してください。クイズモデルを追加します。クイズモデルには、クイズのテーマや難易度、言語、開始日、終了日、クエスチョンモデルとの関係を保存します。クエスチョンモデルを追加します。クエスチョンモデルには、クイズの問題文、答え、選択肢、正解したかどうか、ユーザーの回答、クイズモデルとの関係を保存します。.m ファイルを開きます。データベース URL を修正していきます。JOHN2 と書かれている箇所には、ユーザーネームが入ります。ランダムパスワードと書かれている箇所には、インストール時に設定したパスワードが入ります。MyDB と書かれている箇所には、データベース名が入ります。npx prisma migrate dev を実行して、データベースを構築します。開発中は npx prisma-db プッシュコマンドを使用して、マイグレーションファイルを生成せずに、直接データベースに変更を適用することもできます。データベースの構造が確定した段階で、マイグレーションファイルを生成するために、npx prisma migrate dev を実行するのがおすすめです。最後に npx prisma studio を実行して、prisma studio を起動し、データベースの内容を確認します。Next.js における認証の実装は NextAuth ライブラリを利用します。これは OAuth をサポートしており、Google や Facebook、GitHub など容易に連携が可能です。詳しくは公式ドキュメントを参考にしてください。
NextAuth シークレットと NextAuth URL を環境変数として設定します。NextAuth シークレットは JWT の暗号化やトークンのハッシュ化に使用します。本番環境ではランダムな値を設定することを推奨します。NextAuth の設定をしていきます。APP ホルダーに API Auth ホルダー(NextAuth ホルダー) root.ts ファイルを作成します。API ルートを使用して NextAuth の認証機能をセットアップします。認証設定は Auth Options としてインポートし、これを使って認証ハンドラーを生成します。このハンドラーは GET と POST の HTTP リクエストを処理します。Lib ホルダーに NextAuth.tsS ファイルを作成します。NextAuth の設定を記述します。モジュールをインポートします。NextAuth のセッションと JWT に対して追加のプロパティを持たせるための型拡張を行っています。これによりユーザーの ID 情報をセッションや JWT に追加できます。Auth Options を作成します。プリズマをデータベースアダプターとして使用する設定を行っています。Google を認証プロバイダーとして追加して、そのためのクライアント ID とシークレットキーを環境変数から取得しています。JWT を使ったセッション管理の設定をします。シークレットキーの設定をします。コールバック関数の定義を行います。コールバック関数内では、ユーザーの情報をデータベースから取得して、セッションや JWT に追加しています。ログインページの設定をします。サーバーサイドでセッション情報を取得するための関数をエクスポートしています。Lib ホルダーに Prisma.ts ファイルを作成します。Prisma クライアントのインスタンスを作成します。今回、データベースの取得に TANStack クエリを使用します。TANStack クエリは API からデータの取得と管理を効率化するライブラリです。自動キャッシング、データの自動再取得、評価されたエラーハンドリング、ページネーションと無限スクロールのサポート、および便利な開発ツールが特徴です。これにより、開発の生産性を高めることができます。詳細は公式ドキュメントを参考にしてください。認証状態をチェックするためのコンテキストを作成します。APP ホルダーにコンテキストホルダーを作成し、Auth context.tsx ファイルを作成します。Use クライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールのインポートと型定義を行います。クエリークライアントのインスタンスを作成します。Auth コンテキスト関数を作成します。クエリークライアントプロバイダーとセッションプロバイダーでラップします。レイアウトファイルを修正していきます。GetAuth セッションとトースターをインポートします。Auth コンテキストをインポートします。GetAuth セッションで認証状態をチェックします。ナビゲーションコンポーネントに認証状態を渡します。
トースターコンポーネントを追加します。ナビゲーションを修正していきます。モジュールをインポートします。引数の型定義を行います。引数にセッションを追加します。認証状態によって表示内容を変更します。ログイン済みの場合は、クイズ作成ボタンとユーザーナビゲーションを表示します。ログインしていない場合は、ログインボタンのみを表示します。ユーザーナビゲーションを作成します。コンポーネンツのオーソフォルダーにユーザーナビゲーション .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。引数の型定義を行います。ユーザーナビゲーション関数を作成します。ShadowCN のドロップダウンメニューコンポーネントを利用してドロップダウンメニューを構築します。アバター画像をクリックするとドロップダウンメニューが展開されます。メニューにはユーザー名とメールアドレスを表示します。ログアウトボタンを作成します。アバター画像を表示するコンポーネントを作成します。オーソフォルダーにユーザーアバター .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。引数の型定義を行います。ユーザーアバター関数を作成します。ShadowCN のアバターコンポーネントを利用してアバター画像を表示します。npm ランデブで動作を確認します。現在はログインしてないためログインボタンが表示されます。ログイン機能を実装していきます。app フォルダーにログインフォルダー page.tsx ファイルを作成します。ログインコンポーネントをインポートして追加します。オーソフォルダーにログイン .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。ログイン関数を作成します。ShadowCN のカードコンポーネントを使用してログイン画面を構築し、ログインボタンのコンポーネントをコールします。オーソフォルダーにログインボタン .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。ログインボタン関数を作成します。ユーズエフェクトで認証状態を確認します。ログイン状態の場合、トーストメッセージを表示してトップページに遷移します。ハンドルログイン関数を作成します。サインインで Google 認証を実行します。
ログインに失敗した場合は、トーストメッセージを表示します。Google のログインボタンを作成します。ShadowCN のトーストコンポーネントにログイン成功時の色を示すサクセスを追加します。レイアウトでオーソコンテキストをラップして認証できるようにします。npm ランデブで動作を確認します。ログインボタンをクリックすると、ログイン画面に遷出することを確認します。Google 認証をするために Google クラウドの設定が必要になります。設定方法はこちらの動画を参考にしてください。設定が完了すると、クライアント ID とクライアントシークレットを取得することができます。.m ファイルにクライアント ID とクライアントシークレットを設定します。nextconfig.js ファイルに Google のアバター画像を表示するための設定を追加します。npm ランデブで動作を確認します。ログインボタンをクリックして Google 認証を行います。認証に成功するとトップページに遷移します。ログインするとアバター画像が表示され、クリックするとメニューが表示されます。新規にクイズを作成する機能を実装していきます。app ホルダーにクイズ、ニューホルダー、ページ .tsx ファイルを作成します。モジュールをインポートします。クイズニューページ関数を作成します。新規クイズの作成は認証済みのユーザーだけに制限するため、認証状態を確認します。認証が完了していない場合は、ログインページにリダイレクトします。クイズニューコンポーネントをコールします。コンポーネンツホルダーにクイズホルダーを作成し、クイズニュー .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。クイズの難易度、言語、問題数の範囲を定義します。入力データの検証ルール、入力データの型、奇数の型を定義します。クイズ入関数を作成します。ユーズホームを使用してホーム状態を管理し、デフォルトバリューズで初期値を設定します。ターンスタックリアクトクエリーのユーズミューテーションを利用し、
新規クイズ作成の API を呼び出します。New クイズ関数の実行により API が呼ばれます。オンサブミット関数を作成します。New クイズ関数をコールします。成功した場合は、オンサクセスが実行されるので、クイズの問題画面に遷移します。失敗した場合は、トーストメッセージを表示します。問題数が多くなると、クイズ生成に時間がかかるので、ローディング画面を表示します。クイズを生成していることがわかる画面を用意して、ユーザーの待つ負担を減らすことが重要になります。入力フォームを作成していきます。ShadowCN のホームコンポーネントを使用すると、フォームの作成が簡単にできます。クイズのテーマを入力するフォームを作成します。難易度を設定するフォームは、セレクトボックスを使用して選択できるようにします。言語も同様に選択できるようにします。問題数は定義した問題数の範囲で入力できるようにします。生成ボタンを作成します。コンポーネンツフォルダーにクエスチョンフォルダを作成し、クエスチョンローディング .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。クエスチョンローディング関数を作成します。ローディング画面は ShadowCN のスケルトンコンポーネントを使用します。スケルトンスクリーンを使用すると、ロードしていることがわかる画面を簡単に作成できます。npm ランデブで動作を確認します。クイズ作成ボタンをクリックすると、クイズ作成画面に遷移することを確認します。難易度や言語、問題数を選択することができます。クイズを生成する API を作成していきます。アクションズフォルダを作成し、createquiz.ts ファイルを作成します。プリズマを使用してデータベースにクイズのテーマや難易度、言語、開始日を保存します。
prisma.quiz.create を使用して新しいクイズデータの作成を行います。アクションズフォルダーに createquestion.ts ファイルを作成します。クイズの問題文、答え、選択肢をデータベースに保存します。クイズは複数問題を持つので、prisma.question.query で複数のデータを一括で作成することができます。API フォルダーにクイズフォルダを作成し、root.ts ファイルを作成します。npmi エンコーディングでエンコーディングをインストールします。クイズの作成には ChatGPT のファンクションコーディングを使用します。ファンクションコーディングとは、ユーザーからの質問への回答を具体的に制御する機能です。ファンクションコーディングについては、こちらの動画で解説していますので、参考にしてください。モジュールをインポートします。OpenAI の設定をします。ファンクション図を設定します。ネームに関数の名前を設定します。パラメーターズのタイプにオブジェクトを設定して、プロパティーズにクイジーズを設定します。タイプにアレイを設定することで配列の指定が可能になります。アイテムスには問題文、答え、ダミーの選択肢を指定します。この設定を行うことで複数のクイズ問題を一度に生成することができます。Required には問題文、答え、ダミーの選択肢といった必須項目を指定します。上位の Required にはクイジーズを指定します。配列の中のデータ型を定義します。ポスト関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディからクイズのテーマや難易度、言語、問題数、ユーザー ID を取得します。ChatGPT の API を呼び出し、モデルに GPT3.5 ターボ06次3を指定します。メッセージ数のシステムには、多子選択式の問題と回答を生成してくださいと指示します。ユーザーには指定した言語でテーマに関する難易度の選択問題をランダムに問題数分生成してくださいと指示します。ファンクション図には先ほど定義したファンクション図を渡します。ファンクションコールは確実にクイズ関数を実行するように設定します。チャット GPT からメッセージを受け取ります。メッセージが正しく取得されたかを確認します。ファンクションコーディングの関数が呼び出されたかどうかも確認します。生成された奇数が存在するかを確認します。取得された奇数を JSON 形式にパースします。生成されたクイズを取得します。クイズが配列として正しく生成されたかを確認します。クリエイトクイズ関数をコールしてクイズ情報を保存します。クイズ情報の保存が成功したかどうかを確認します。選択肢をシャッフルする関数を実装します。このシャッフルにはフィッシャー・イエーツのアルゴリズムを使用します。クイズの問題データを作成します。選択肢は JSON ストリングファイで文字列に変換しています。クリエイトクエスチョン関数をコールして問題データをデータベースに保存します。応答として生成されたクイズの ID を変装します。.env ファイルを開いて OpenAI の API キーを設定します。クイズの問題画面を作成していきます。アクションズフォルダーに getQuizById.tsS ファイルを作成します。データベースからクイズ ID のクイズを取得します。同時に関連するクイズの問題データと
ユーザー情報も取得します。クイズの問題ページを作成します。APP ホルダーにクエスチョンホルダー、クイズ ID ホルダー、ページ .tsx ファイルを作成します。クイズ ID の i は大文字なので気をつけてください。小文字になっているので後ほど修正します。モジュールをインポートします。引数の型を定義します。クエスチョンページ関数を作成します。クイズに回答するには認証が必要なので認証情報を取得します。認証情報が取得できない場合はログインページにリダイレクトします。getQuizById 関数を利用してクイズの詳細情報を取得します。クイズの存在を確認します。クイズ問題のコンポーネントをコールします。クイズの問題を表示するコンポーネントを作成します。コンポーネンツのクエスチョンホルダーにクエスチョン .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクレンドコンポーネントにします。モジュールをインポートします。型定義を行います。クエスチョン関数を作成します。現在の問題の選択肢を取得します。クエスチョンナンバーは問題が進むごとに増えていきます。クエスチョンナンバーが変更されたときに新しい選択肢を取得します。回答時間をカウントダウンします。セットインターバルを使用して1秒ごとにセットナウを呼び出します。チェックアンサーを実行すると答え合わせの API が呼び出されます。フィニッシュクイズを実行するとクイズ終了の API が呼び出されます。ハンドルネクストを呼び出すと次の問題に進みます。次の問題に移る際、選択肢と回答はリセットされます。もし最後の問題であれば、フィニッシュクイズが実行されます。クイズ終了が成功した場合は、クイズ結果を表示するページに遷移します。最後の問題でなければ、クエスチョンナンバーを増やして次の問題に進みます。回答をするとハンドルアンサーがコールされます。ユーザーの回答はセットセレクトアンサーで保存され、画面上ですぐに正解かどうかが表示されます。チェックアンサーをコールして答え合わせをします。成功したら正解の回答をセットアンサーで保存します。失敗したらトーストメッセージを表示します。チャット CN のカードコンポーネントを使用してクイズの UI を作成していきます。フォーマットタイムデルタで回答時間を表示します。
問題番号と問題文を表示します。オプションズをマップでループして選択肢を表示します。選択肢をクリックすると答え合わせ API がコールされて正解の選択肢を緑色で表示します。回答した選択肢が不正解の場合は赤色で表示します。現在の問題番号を表示して次の問題へボタンを表示します。問題が最後であれば結果発表ボタンを表示します。ShadowCN のボタンコンポーネントを開いて正解と不正解のボタンの色を設定します。リブホルダーの utils.ts ファイルを開いて回答時間をフォーマットする関数を作成します。秒数を時間、分、秒に変換します。答え合わせ API を作成していきます。アクションズホルダーに getQuestionById.tcs ファイルを作成します。prisma.question.findUnique を使用して指定したクエスチョン ID に関するクイズの問題データを取得します。アクションズホルダーに update.question.ts ファイルを作成します。prisma.question.update を使用して指定したクエスチョン ID のクイズの問題データを更新します。ユーザーの回答が正解かどうかを保存します。API ホルダーにチェックアンサーホルダーを作成し、root.ts ファイルを作成します。モジュールをインポートします。ポスト関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディからクイズ問題の ID とユーザーの回答を取得します。getQuestionById 関数でクイズ問題のデータを取得します。クイズの問題データがない場合はエラーになります。データベースのアンサーとユーザーの回答を比較して正解かどうかを判定します。updateQuestionAnswer 関数でクイズの問題データを更新します。レスポンスにクイズの正解を返します。クイズ終了 API を作成していきます。アクションズホルダーに updateQuiz.tcs ファイルを作成します。prisma.quiz.update を使用して指定したクイズ ID の終了時間を更新します。API ホルダーにフィニッシュクイズホルダーを作成し、root.ts ファイルを作成します。モジュールをインポートします。ポスト関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。リクエストボディからクイズの ID を取得します。getQuestionById 関数でクイズを取得します。クイズが存在しない場合はエラーになります。クイズの終了時間が存在しない場合にアップデートクイズ関数で終了時刻をデータベースに保存します。クイズの結果を表示する画面を作成していきます。APP のクイズホルダーにクイズ ID ホルダーを作成し、page.tsview
TSX ファイルを作成します。モジュールをインポートします。引数の型定義をします。クイズディテールページ関数を作成します。getQuizById 関数でクイズを取得します。もしクイズが存在しない場合はエラーになります。クイズリザルトコンポーネントとクエスチョンテーブルコンポーネントを呼び出します。コンポーネンツのクイズホルダーにクイズリザルト .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。型定義を行います。クイズリザルト関数を作成します。クイズ .questions からクイズの正解数を取得します。スコアを100点満点で計算します。クイズの問題数から正解数を引いて不正解数を計算します。クイズの終了時刻から開始時刻を引いて経過時間を計算します。スコアによってトロフィー画像を変更します。クイズ結果の表示を作成していきます。スコアとトロフィー画像を表示します。ShadowCN のカードコンポーネントにクイズのテーマ、回答時間、難易度、言語を表示します。正解数と不正解数を表示します。パブリックホルダーに金、銀、銅のトロフィー画像を格納します。クイズの問題一覧を表示するコンポーネントを作成します。クエスチョンホルダーにクエスチョンテーブル .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。型定義を行います。クエスチョンテーブル関数を作成します。ShadowCN のテーブルコンポーネントを使用してクイズの問題文と答え、ユーザーの回答をテーブル一覧で表示します。クイズに正解した場合は緑色で、不正解の場合は赤色で表示します。APP のクエスチョンホルダーのクイズ ID ホルダーの名前が間違っていたので修正します。クイズ ID の I は大文字になります。npm ランデブで動作を確認します。クイズ作成ボタンをクリックしてクイズを作成します。問題数が増えると生成に時間かかってきます。
問題が生成されたので、クイズを解いていきます。クイズに正解すると緑色になります。不正解の場合は赤色になり、正解の選択肢が緑色で表示されます。クイズが終了すると、クイズ結果の画面に遷移します。スコアや回答時間、正解数や不正解数を表示して、問題の復習ができるようになっています。最後にトップページに、今まで作成したクイズ一覧を表示していきます。アクションズフォルダーに getquizzes.ts ファイルを作成します。prisma.quiz.findMany でクイズの一覧を取得します。同時にクイズの問題データとユーザー情報も取得します。トップページの page.tsx ファイルを開きます。モジュールをインポートします。getQuizzes 関数でクイズ一覧を取得します。クイズの存在チェックを行います。取得したクイズ一覧をマップでループしてクイズアイテムコンポーネントを表示します。コンポーネンツのクイズフォルダーにクイズアイテム .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。モジュールをインポートします。型定義を行います。クイズアイテム関数を作成します。クイズの作成日を何日か前で表示するようにします。ShadowCN のカードコンポーネントを使用していきます。クイズのテーマ、難易度、言語、問題数を表示します。クイズを作成したユーザーのアバター画像とユーザー名、作成日を表示します。npm ランダムで動作を確認します。トップページに作成したクイズが表示されることを確認します。クリックするとクイズ結果の画面に遷移します。新しくクイズを作成してみましょう。難易度ハードで英語はかなり難しくなりそうです。クイズは複数の言語にも対応しているので、学習している言語で試すと知識と言語力が増えて一石二鳥になります。トップページに遷移すると、新しく作成したクイズが表示されています。以上で Next.js と Prisma で構築する AI クイズアプリは終了です。Google 認証、クイズ生成、回答、結果を確認するまでのアプリケーションを構築することができました。今回のようなファンクションコーディングで確実に関数を呼ぶような使い方もできますので、いろいろと試してみてください。AI クイズアプリでクイズを解いていくと、どんどん知識が増えていくので楽しくなります。ぜひ日本語と英語以外の言語にも挑戦してみてください。デザインコンポーネント集の ShadowCN も使いやすいので使ってみてください。
講座のソースコードは LINE 登録するとダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは前代も解説していますので参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人解説の疑問点など何でもご質問ください。会員登録しておくと新着の講座情報が届きます。もし参考になったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。